今日ですが、武術的な手裏剣というものを考えてみようかと思います。先日私が公開した動画で棒手裏剣の威力を検証した動画があります。威力を出すために非常に大きく振りかぶって打ちました。つまり通常の手裏剣であればこういった形で打ちます。これを大きく振りかぶって威力を出しました。この2つの違いについてちょっと考えていこうと思います。ちなみに威力なんですが、貫通しちゃいました。これだけ違いますと言いたかったんですけれども、畳貫通しちゃってますね。畳ですが、何度か打っているところにたまたま手裏剣が通ってしまった結果貫通しただけです。新しい畳を貫通させるってのは非常に難しいことです。それで、武術的な手裏剣についてなんですけれども、私は、手裏剣において相手を想定することはあまりありません。これは何度もお話ししている通りなんですけれども、あくまで的と自分だけの世界だと思ってます。ですが、一応手裏剣というものが武器である以上は、やはり相手を想定するということも必要なのではないかというふうに考えています。ただ普段の稽古では相手を想定したりはしません。あくまで的に向かう、的と自分だけと思っています。先ほど示したように、手裏剣というのはあくまで一つのフォームがあります。それはちゃんと指すためであったりとか、武術として術としての利合を学ぶためだと私は思っています。あくまで剣術の振りとかと同じような形でこういった形があると思っています。例えば何度もお話をした手を返さないであったりとか、体の使い方、威力を乗せるために体を乗せる、体を乗せる、そういったものがあると思っています。つまり相手を想定する、その状況においてはどんなに速くてもこれだけ振りかぶっていたら動きというのは相手に見えるんじゃないかなと思っています。ですので今日はカメラ前に置いてありますので、ちょっと動きの違いを、自分の記録用なんですけれども見ていただければと思います。通常の手裏剣の場合、手を上げる動作はありますが、これぐらいのスピードで打てます。これに対して先ほどやった少し大きく振りかぶって威力を上げる、そういった打ち方をします。威力を上げたといってもほぼ同じところに当たっています。つまり命中率自体には違いがないと思ってください。同じところに集めるだけのことはできます。ちなみに今日の距離ですが、だいたい2剣ぐらいを取っています。2剣から2剣半、取って3剣、この辺りで3剣です。刀の場合は2剣ぐらいでしょうかね。槍で3剣ぐらい取れというふうに言われています。手裏剣術が刀と対峙する場合、槍と対峙する場合、もちろん槍の方がずっと長いですから、3剣の距離を取れと言われています。
仮にもし、今見ていただいている方が武道をやっているとします。剣術をやっている方、だいたい2軒先でこういったものを持っている人間がいて、どっちが怖いのかなと。つまりこの状態から打ってくる人間、そして振りかぶって強く打ってくる人間、どっちが怖いのかなと、ちょっと考えてみていただけると面白いかなと思います。もしくは素手で戦えますよという方、もしこんなものを持っている人間はまずいませんいませんが、あくまで武術的な手裏剣という意味でこういったものを持っている人間と相対したとしたら、これは怖いのかどうか。もちろん手裏剣の威力検証をしました。そこまで強いとは言いません。おそらく衣服、ちょっと固めの服を着ていればほとんど刺さることはないんじゃないかなと思います。少なくとも現代の例えばデニム、もしくはレザージャケット、そんなものを着ていればおそらく刺さることはほとんどないんじゃないかな。だから狙いはあくまで顔とします。ちなみに避けられるとかそういった意見はちょっと一旦排除してください。それを言ってしまうと、水かけ論になってしまいます。例えば避けられるという人はこういう打ち方もあります。2本同時に打つ、もちろん3本同時も打てます。以前示しましたが、この2本同時打ちですが、同じようなところに狙うこともできますし、ちょっと離して打つ練習もします。つまり左右に避けられるっていう方に対しては左右に散らして打つこともできますし、手裏剣をまとめて打つと実はそれだけで結構威力が上がります。一旦避けられる、当たったら大丈夫、当たっても大丈夫という考え方は一旦排除をして、どちらの動きが嫌かなと、こういう状態から普通の手裏剣の打ち方、なるべく行くぞという気持ちを見せずに、私がたまにやってる練習です。この状態からふっと上げる、こういう打ち方です。ちなみに何度もお見せしてますが、だいたい同じところに、つまりちゃんと狙った上で今のスピードです。私個人的な考え方ですけれども、手裏剣の威力を上げるために大きく振りかぶるということは、どんなに速くても相手にしてみたら何かが見える、何かが分かる、何かというのが何なのか分からなくても感じるものがあって、逃げることもできる、避けることもできると思っています。これ自体がどんなに速くても何か一瞬ビクッと反応することはできると思います。つまりこういったものどうでしょうか。なんとなく反応できるなと思った方も多いと思います。それに対してなるべく小さなモーションから、こちらの方が私は怖いと思っています。手裏剣というのは隠し武器です。ですので試合のように用意どんで競うわけではありません。だからこそ成功法で手裏剣の速度を上げるようなものよりも、ちょっと言い方悪いんですがずるい使い方、相手が見えない使い方の方がいいんじゃないかと、そういう使い方ができた方が強いと思ってます。ずるくていい、つまり見えるより見えないものの方が早いんです。早くて見えないだけでなくて、
全くどこから飛んできたのかわからないぐらいの使い方の方が個人的にはいいんじゃないかなと思ってます。武術的な考え方で怒りがないとか怒りを見せないという言い方を使う方がいます。少なくとも今私がやろうとしていることはその意見と全く同じです。これを見ている方、もし武術をやっている方、武術をやってなくても構わないです。モーションが大きくて速いものと、なるべくそれを見せずに打つようなもの、どちらが怖いのかなと、どちらが避けられるのかな、そんなことを考えていただくと面白いかと思います。どちらも怖くないっていうのが一番いいのかもしれませんけれども、今日は武術的な手裏剣というものについて考えてみました。一番初めにお話しした通りですが、私自身はこの手裏剣というものは、私自身のこの武道の一環として練習をしています。つまり的と自分、それだけの世界で自分の体がどう動いたのか、手裏剣がどう飛んだのか、それは自分がどういう気持ちでこの武器を扱ったのか、体を扱ったのか、そういったことを考えるきっかけとしてやっています。ですが手裏剣が武器である以上、武器由来である以上、こういった相手をもし想定したらと、そういう一つの過程で今日のような実験をしてみました。実際にこれはツイッターなどで言われたことがあるんですけれども、手裏剣術を子供に教えたりして、その子供が遊びで手裏剣をやって怪我をさせたり、怪我をしたら誰の責任になるんだと言われたことがあります。教えている人が子供であろうと大人であろうと、遊びでそんなことをやるような指導はされない方がよろしいかと思います。実際にこの問題は私の周りの海外の友人であったりとか、もちろん日本人でも、子供に手裏剣術を教えている人はたくさんいます。そういった人とお話し合いをしたことがあります。子供は何が危険なのか、何をやったらいけないのか、そういうことはちゃんと分かっていると。だからこそそこをしっかりと教える、そしてふざけ半分でこういったものを使うような指導はしないと皆が口を揃えていました。一応私も今日このように対人を想定しましたが、念のために言っておきます。手裏剣は人に向かって投げないでください。そもそもね、そんなことをやるような人間は武道をやってはいけないと思いますし、手裏剣だけじゃないです。例えば突くにしても蹴るにしても投げるにしても、遊び半分で使ったら怪我をします。怪我をさせてしまいます。だから遊び半分で、こういった武道であったり格闘技でもそうですけれども、遊び半分で使うような指導はされないようにしてください。このようにいろんな観点からこういった武器を使って遊んだりしていますので、もし何かこういうのを見てみたいとか、こういうことをやってほしいというものがありましたら、気軽にコメント欄の方に書き込んでいただければと思います。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。本当に励みになってます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。